おはようございます。画家のぎそです。Good morning, I'm Ogiso, Japanese painter. Buongiorno, sono Ogiso, pittore. 絵描きをしております。Ogiso と申します。今日はですね、水彩画をお見せしようと思います。英語とイタリア語の謎の挨拶から始めてみました。透明水彩でございます。写実的に描いてみたという動画でございます。いかがでしょうか。ぐと、肌のですね、やっぱベースの作り方なんか非常に参考になるんじゃないかなと。あとは書き込みですね。やっぱ皆さんね、書き込みなかなか難しいかもしれませんが、ハーフトーン、ガッシュを使って描いております。こういうのも併用してみたらどうですか。ぜひぜひ参考にされてみてください。それではどうぞ。それでは解説をしていこうと思います。本日も黒巻きおじさんでいこうかなと思っております。よろしくお願いいたします。ですね、透明水彩、まずこれはキャンソン紙という水彩紙に書いております。よく画用紙とかに書いてベコベコになったとかいう人とか、絵の具乗せたらどんどん取れてったとかという人いますけども、やっぱり水彩紙に書かれていくことをお勧めしますよ。で、顔の肌の部分だけにまず、水だけ、綺麗な水を用意してくださいね。もうやっぱり綺麗な水で、まず塗っていって、目と唇以外、あとは、例えばすごいハイライトなんかがあるんやったらば、そういうとこも塗り残せたら理想的ですけども、そして思い切って黄緑色をガンと置きましたよね。黄緑色を置いて、なかなかこの勇気いると思いますけど、これぐらいの色を皆さん肌のベースに置かれてみてもいいんじゃないですか。勇気いりますけど、ベルダッチョっていうあるんですね。伝統的な技法なんですけども、イタリアの初期のルネッサンス絵画なんていうのは、肌の部分は緑土、緑色の土ですね、テールベルトっていうやつを塗って、描き出しているとかあるんで、そういうのを少し頭の中に入れながらっていうか、透明水彩っていうのは重なっていって深みを出していく画材でございますので、そしてちょっと暖色系ですね、黄色とか赤とかを混ぜ合わせたような色を今塗っていっているわけですね。透明水彩って結構塗った時は暗いと思うけど、多分2段階3段階ぐらい 30% ぐらいはなんか明るくなる印象があるんですね。だからちょっと思い切って自分が思ってるよりもちょっと強めに塗っていって、理想的なのは3層以内ぐらいで収めてあげた方が理想的かなというのは、私もなんかずっとYouTube を始めて本格的に真面目に透明水彩やりだした印象としてはそんな感じがあります。やっぱりそれぞれの画材の特性ってあるわけですよね。特性で、それはアクリル絵の具でもあるかもしれませんし、透明水彩油絵でもねありますし、クレヨンかもしれませんし、パステルかもしれませんし、いろんな画材の特性ってそれぞれがあって、やっぱりいいとこ悪いとこみたいなのあって、その人それぞれ、使う人それぞれによって良かったり悪かったりっていうところあるわけですよね。だからそういうのを理解して、今髪の毛のとこを描いていってます。ギュ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 とね。背景はこれちょっと廃墟なんですね。廃墟を描いてます。こんなとこあるんやって感じでしょ、ね、これは、川棚にある魚雷訓練跡地というところで、ここの円形になってて、でここからベーンっていう風に魚雷を撃つ訓練をね、昔本当に戦争していた時、に使っていた77年前のもう本当にあれですよね。で、背景の方は少し早送りでお見せしていこうかなというふうに思っております。バッとね、大きく作って、そんなに背景に関しては出ているディティールを描いているわけではございませんので、それでドライヤーで完全に乾かしたりしてます。なぜイタリア語で、とか英語で話したかというと、英語圏の人とイタリア語の人がなぜか結構見てくれてる。ボンジョルノ、チャオ、グラッツェ、ボーノ、モルトボーノ、グラッツェ、プレーゴ、イルコント、なんかすみません、そのぐらいしか喋れませんけども、ぜひイタリアにまた遊びに行ったら遊んでください。はい。ああいうとこでね、もうなんか Wi-Fi 用のフリー Wi-Fi 持ってったら、すみません、目を描いてます。ライブ配信できんなとかね、楽しいことばっか考えてしまえるっていうね、面白いね、体調も良くなってくるといろんな楽しいことを考えつくものですねっていうことで、今目のとこギュ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 と描いてってます。かなり思い切っていきますよね、僕ね。で、肌の色なんか緑かかってますけど、そこまで違和感ないでしょう。どうですか？わかりませんけどね。うわ、緑人間やなっていう感じもちょっとあるんですけども、その2層目でなんとかフォローすればいいかなっていう風な気持ちでやってます。だからその辺っていうのはですね、ちょっと日頃からちょっと苦手やとかっていう人はちょっと思い切った勇気を持ってやられてみてもいいんじゃないかなという風に思いますよ。目とかギュ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 と強めに描いていっている次第でございますね。
なかなかこう皆さんこうそういうのって勇気がいるわ、恐ろしいわっていうふうに思われるかもしれませんけど、ギュ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 と書いていってます。なんかやっぱりこう油絵描いてるからですね、こう構造、絵の具の構造みたいなのをやっぱ考えながら僕は描きます。やっぱ油絵の具っていうのは構造を作ってあげた方が何度も言ってます、大人っぽく見えます。大人っぽくですね。別に子供っぽくっていうわけじゃないです。反対語はね、勢いある絵を描きたかったら多分構造とか使うよりもぐわーっともうゴッホみたいな感じですね、描いていった方が多分と思いますし、その辺っていうのはなかなかこう言葉の選択が非常に難しいなと思うんですけども、透明水彩の場合っていうのは物質感っていうのは出ないので、ボコボコとかアクリル絵の具とか油絵の具みたいにボコボコとかザラザラとかぐちゃぐちゃとかっていう風な出ないので、色の重なりというのがメインになってきます。でもやっぱりこういうね、柔らかい滲んだ雰囲気とかっていうのはやっぱりすごくこうファンを魅了する一つなのかなとも思いますし、僕もそういう特徴をやっぱり生かして描けたらいいなという風に思ったりしながら描いていってる次第でございます。唇とかも、全く塗っていなかったわけですね、こういう風にね。そういうところを少し一層目描いていってます。なるべく丁寧にこうお見せしていこうと思いますし、拡大でもお見せしていったりとかしていく、今後もこう動画を作っていく上において、こう皆様にとってこういう風に作ってほしいな、ああいう風に作ってほしいなというこうご希望等があったら遠慮なく言ってください。私も参考にさせてもらいますのでね、面白くなっていけばいいかなという風に思います。若干これオートフォーカスのキャメラで今こちらも撮影しているんですけども、ピントがうまく合ってなかったりすることもお許しいただければと思います。基本っていうか全部一人でやってますので、なかなか珍しいタイプなんじゃないかなと思います。ぐっとこういうとこ僕はもう引き締めにかかります。髪の毛とかね、ぐーっと引き締めにかかっていきます。なかなかこういうのが勇気いるわ、怖いわっていう人いるかもしれませんけど、後で柔らかくしていこうって僕はタイプですね。どっちかちょっと初めにこう強いとこググッと強くして、そこから柔らかくちょっとずつハーフトーン作っていくとかっていうことをしていくようなやり方をしていってます。筆のあれもこう今ラウド丸筆みたいなんで、だいぶ毛先があかんようになってきてね、毛先の枝毛みたいなのがねぐちゃぐちゃぐちゃって感じかもしれませんけども、私の髪の毛も今ぐちゃぐちゃな状態でございますけども、そういうのを利用してシャッとかね書いていくこういう表現をこうするときにね、こういう黒巻き効果って便利かなと思いますよね。最後の方はね、おじさん消えますよね。黒巻きおじさんは消えていきますね。で、髪の毛のこういうところなんていうのもちょっとディティールを本当ね、翻訳機能、自動翻訳に頼らずに自分でこう入力せんといかんのですけどね、なかなかそれはあまり興味が湧かない。やりたいとかできるとかできる人いたらね、遠慮なく誰か言ってください。アルバイト代ほぼ払えないと思いますけど、時給1000円程度なら払えますので、言うてくれたらやってもらえたらなと思いますというようなことを言うてみたりとかですね。海外の人もねちょこちょこ見てはくださってるんですけど、僕一人でなかなか翻訳とかだいたい10分を翻訳するのに1時間かかる感じです。なかなかね、そしたら1時間こう20分の動画で2時間かかるってなるとやっぱ絵描けますんでね、僕絵描きたくなってしまうというねことですよね。でちょっとこう耳とかの色も置いていきます。本当にこうなかなかいい土台ができたなっていう感じで、だいぶ続けていっていることによって少しずつその慣れてきたというか、慣れは怖いとよく言うてはいるんですけども、最低限のなんかこう慣れみたいな部分っていうのは必要で、あとはやっぱりこうドキドキする気持ちですね。ドキドキするって大事ですよね。鬼高評価なんかも皆さん出されてください。やっぱ緊張するみたいですね。メールとかやっぱりこれめちゃくちゃ言葉悪いですけど言いますけど、80代女性ってすごいですね。一番ちゃんとしてるなんかすごいなと。80代女性は文章もすごい綺麗やし、ほぼ全員ですね。読んでてもすごく読みやすいし、僕が漢字が苦手なこと分かってくださっていてね、振り仮名打ってくれてたりもするしね、行間が美しかったりもするし、文章もちゃんとなんか起承転結がしっかりあって読みやすかったりね、なんかやっぱすごいなと。やっぱ日本の80代女性っていうのが僕はもう一番ピークなんじゃ、一番なんかやっぱね恋文を書いてきた世代なんですかわかりませんけど、メールでピピピピとか打ったりするとかっていう風にね、メールとかやったらね、もしかして告白するのにメールを使う人がいたりしたら LINE かもしれませんけど、第三者、ここ大事ですね、すみません。こういう脱線をすぐしていくんです、私ね。ほっぺたにこう恋文というのはラブレターというやつですね。はい。
でこう薄く今2層目を塗っていってます。これ赤塗ってそこからだいたい水でなんとかこう広げていこうと。ここもまあまあうまいこといきまして、ちょっと冷気系クリムソン冷気みたいなと赤を混ぜたような感じですね。何の話だったっけこれ脱線するねところもあります。恋文というかね、やっぱ文章一個一個、それでメール添付ちゃんと確認してミスがほぼないんちゃうかな。その登録するまでは大変そうなんですけどね、メンバーシップとかね、やっぱりそれはしゃあないかなと思うんですけど、もうその慣れたらそこからはやっぱりね、なんかたまたまニュースで見たんですけど、80代女性ぐらいがネットフリックスかなんかの何ですか、韓流ドラマかなんかにハマってなんかねっていう人が多いらしいとか言ってて、そうなんやなんて、うちの妻も私もハマってるよって言われて、そうなんやって、面白いですか。私も韓流ドラマ見てみようかなと思うんですけど、字幕、やっぱね絵描いていきながら見るんでね、簡単じゃないとダメなんですけどね。っていうことで今2層目のだいぶ感じじゃないですか。乾かんうちにちょっとやれるとこまでやっていこうかなっていう感じで、本当に薄い絵の具を緑の上に薄い赤が薄く塗っているのが分かりますよね。どうですかね。面白いですか。こういうところの影とかも描きながら、そして背景とかは少し早送りでお見せしようと思います。すみません、ここがねそういう風になってたりするんですよね。80代の方っていうのはそういう日本が大変な時期とかを、男性も含めですけどね、もちろんね70代の方は記憶がない頃ですか、3歳ぐらいやったりするのかな。80歳ちょうどで3歳とか、85歳やったら8歳とかやから記憶あったりしますよね。85歳の方とかね、すごいですよね。今ウクライナで起こっているようなことが起こっていたのなと思うと、本当に平和になりましたよね、日本。それでも日本って自殺が多い国っていう風に、なってしまって、やっぱり生きにくさみたいなのをやっぱり感じるかなっていう風なのは、私もなんか分からんでもないなという感じがします。なんか外国の人たちの方がどっちかというと、私は私、あんたはあんたみたいな感じがあるんですけど、結構介入してくる、おせっかいとは違うんですけどね、おせっかいっていうか優しい素敵なおせっかいで僕はいいなと思うんですけど、なんか失敗したことに対して失敗しちゃったみたいなね、介入 しがちな民族なんかもしれませんよねっていうのがあってね。なんか早送り、これタイムラプスというのでお見せしています。何の話をしてんねんって感じですよね。書き込みのところ最後の方しっかりお見せしますから、この辺りのベースの作り方っていうのはもうミュートにでもしておいてくださいね。なんかね、やっぱ豊かになっていってほしいなと思うから、僕もこうやって YouTube でね、皆さんも例えばウニ好評なんていうのは2週間に1回提出したら、2週間に1回自分の絵がテレビに出てくるかもしれないっていうかね、 YouTube をテレビで見てらっしゃる方も多くなってきたんじゃないですか。パソコンかもしれませんしね。でうちなんかもチビがね、もうテレビで見て iPad で見て、もうスマホで見て YouTube ばっか見やがってね、お父さん野球見てたら野球見たくないとか言い出してね、何を言うてんねんってお父さんねっていう話ですけども、本当にでもそういうので出てきたり、僕ね子供の頃なんか変なことを覚えていて、小学6年生の時の担任の先生が変なこと言うてはって、めっちゃ書いてますよ。将来未来、君たちが大人になっていった時とかに、テレビから匂いがするでしょって言ってて、そうなんやって、先生言うことやからあれやなって言って信じてたんですけど、今んとこ匂いは出てきてないですけど、近しいことができていたりしますよね。テレビじゃなくともこういう YouTube かもしれませんし、なんか僕その言葉がすごい印象に残ってて、将来いろんなものもっともっと変わっていくんやなって思って。でも正直テレビ自体はそこまで変わったかというと、なんか D ボタンでなんか参加型みたいなのありますけど、Twitter で参加型みたいなのありますけどね、視聴回数は1000回2000回かもしれませんけど、皆さんの絵が画面に出てくるなんていうのは面白いんちゃうかなと、僕はなんかそういうことにちょっとかけてみたいなっていうかですね、将来の教育っていうのはもしかして、もっともっと僕の代わりなんていうのは大学にしても予備校なんかにしても代わりはいるけど、 YouTube の中でそれをやってる人って僕もあんま見たことないから、なんかかけてみたいなっていう気持ちが結構あって、それでアンチエイジングじゃないですけどね、で皆さんが若返ってドキドキしたり怒られたりね声で怒られてごめんなさいね、厳しくいくというのは原則なんで、優しく言ってくれってちゃんとメールに書いたら、僕は優しく言ってるつもりですよね。なんかでしょ、本当になんか絶対にいきなり良くなるってことはなくて、いきなり良くなるための方法としてズルをするってことはあるかもしれませんよ。もう全くもってなんかパクるとかね、
でやっぱり自分のオリジナリティみたいなオリジナルで写真だいぶ書き込んできましたね。オリジナルとか写真を使って書いたりするとかで、自分の写真やったら構図とかの問題出てきますけど、プロが撮った写真とかってやっぱある程度できてますからね。でそしたらうまく感じるんですけど、実際問題に現場で例えばスケッチをしてみようとかね、自分でじゃあ写真撮ってそこから書いてみようとか思ったら、案外いろんな問題起きてきてるでしょ皆さんね。で意外とモチーフ探すのも大変だから、身近なものから美を探しましょうみたいな動画とかも上げているんですけども、そういうのとかができていったら面白いなというふうに思いますし、私もちょこちょこいろんなところに、行けるようになっていく時間もできたらね、皆様と交流して直接絵を見てお話もでき、実際ね物質館みたいな、先ほどのテレビから匂いやないですけど絵の具の物質館みたいなものまでは見れないというかね、そういうのもできたら面白いな。これハッチングという方法を使ってます。これハッチングですね。なんかテンペラ絵の具でやられていたようなものを水彩絵の具で本当に水で薄めてやってるんですよ。ね、本当に水で薄めて、やっていってます。こういうこともできますよね。逆に言うとなんかゲームってもうそれができているじゃないですか。僕あんま知らないですけど、なんかそれで友達と会話しながら遠隔でゲームしてわーわーわーって遊んでたりするじゃないですか。あれすげえなと思いながらね、どういうシステムなってんですか。 Wi-Fi でテレビ電話上になってるってことなんですか。はわかりませんよ。おじさんって全然わからない、生物でございますね。だからなかなか面白いなと思って、僕らが知らない親とかもようわからんとか言うてますもんね。持ってる人の親とかもね。そしてちょっとタイムラプスでググッとまとめて最後のディティールの方に入っていこうかと思っております。こういう雑談をしたりする回もあれば、真面目に話す回もあれば、ちゃんと基礎的なことも教える回もあれば、もじさんの YouTube ってそういうもんでございます。楽しくやっていこうと最近思ったことを話したりもする。80代女性が一番じゃないか説というのを唱えている。もし例えばこれ例えば体がなかなか厳しくなって、お子様の介護とかが難しくなって、そういう施設等に入っても家にテレビがあって、そのテレビが YouTube がつないであったらね、そんなこともできますよねっていうの。パソコンあればもう LINE でお話もできますもんね。なんかすごい時代になってきたなと。だからやっぱり長い人生150年時代というのがやってまいりましたので、その150年、あと80歳やったら70年、おじさん46歳からあと104年もあります。103年と3ヶ月ぐらいあります。長いな。100年かね。なんかそういうのを僕も年取ってもなんかでき続けていけば面白いなと思うし、柔軟に対応し続けていければ。ある人も言うてまして、50歳でこんなスマホ使いこなせるってすげえって言ってましたけど、もうそういう状況になった場合って案外頑張れるもんですよ、人間ってね。僕もオンライン授業せえって言われた時にはーってなって、ビデオとか見せとくぐらいかな思ってたら、いやあかん、これじゃあかんわなと思ってね、学生に聞いたら、いや YouTube なら当時その Wi-Fi とかの環境があんま良くなくて、どれで見れんのって言ったら、なんかつながりネット良くないですとか結構言う子多かったから、何が見れんのって言ったら YouTube やったら見れますって言うからね。ある中学生が先生に教わりたいって言うから、ああそうやったら YouTube でとね、そういうことに状況になったら対応するっていうことはおじさんもできるから、60歳になっても70歳になってもそういう脳みそで生き続けれたらなというふうに思います。なんかうちの親父が60前で定年、早期59歳で早期退職して移住して、そこからですね薪割りしたり、庭になんか野菜あれとか作ってね、もうすごいんですよ。もう何でも取れるナスビか何から、そして近くの田んぼ借りてそばを大体そば作りますね、山こもる人でねそばを作り出して、なんかそんな時ポロッと親父が言ってました。なんかサラリーマン生活が間違えていたんじゃないかみたいなこと言ってました。でなんかわからないですけどね、そうやって60から始めたけどやっぱり早くして亡くなった、62歳63歳になるちょっと前で亡くなってしまったんですけど、自分もなんかその年ぐらいも全然元気に新しいことにチャレンジしていくために、今後も頑張って制作を続けていきたいなと思います。 YouTube もぜひ皆さん応援してください。よかったらチャンネル登録とかしていただけるとおじさん大変助かりますし嬉しいです。本日もご視聴ありがとうございました。以上です。
完成です。家ができました。どうですか？ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。Thank you for viewing. Grazie per la visualizzazione 読めないありがとうございました。いかがだったでしょうか。楽しく動画も作りながら制作もしながら展覧会等頑張っております。また皆様にお会いできる日を楽しみにしてます。さようなら。バイ。チャオ。見てね。